こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は助成金補助金の一つであります65歳超雇用推進助成金についてご紹介をしていきたいと思います。昨今はですね、人手不足ということで、性別、年齢、国籍関係なく、雇用をするということが求められている。そしてこれらの方々が働きやすい環境であることの整備というのが非常に求められている。働き方の多様化、多様な働き方を実現するような会社づくりというのが急務となっている状況になっております。そんな中でですね、65歳超雇用推進助成金というのは高齢者雇用に適した助成金ということで、この助成金を活用していただいて、高年齢者の雇用の環境の整備を進めていってほしいと思います。今回の概要ですけれど、まずは高年齢者の方の雇用の近年の動向について見ていきたいと思います。そして今回ご紹介をする65歳超雇用推進助成金の概要について、そしてこの推進助成金については3つのコースが用意されておりますので、この3つのコースそれぞれについて簡単に見ていった上で、最後に注意点とまとめという形になります。近年の高年齢者の方の雇用の状況ですけれど、65歳以上の方の就業の状況を見ていきますと、2021年までの状況で18年連続で上昇しているという形になっております。そして65歳以上から69歳までの就業率というのは2021年で50.3% ということで、初めて 50% を超えたという形になっております。非常に高齢者、高年齢者の方の就業率というのが上がってきている状況。同様にですね、女性の就業率というのも上がっていますけれど、もう、女性も高齢者も働く時代になってきた。そして今後はですね、外国人の育成就労制度というのが創設されるという形になっておりますので、外国人の雇用もどんどん増えてくるという形になっています。ではこの高齢者の方たち、どういったところで働いているのかですけれど、一番多いのが卸売業、小売業の130万人、そして農業や林業で104万人、サービス業で103万人、医療・福祉の分野で101万人という形になっております。人数としてはこのような形になっておりますけれど、では産業別での就業者に占める高齢者の就業割合を見ていくと、一番多いのは農業・林業で 53.3%、そして不動産・物品賃貸で 26.8%、そしてサービス業で 22.8% の就業割合という形になっております。ただですね、雇用形態としては、正規雇用というよりもパート・アルバイトの方が半分以上いるといった状況になっております。従いまして、高年齢者の方がですね、いろんな分野に進出をして、多くの方が働くようになってきた関係でですね、非常に雇用環境、労働環境の整備というのも必要になってきているという状況になっておりますので、今回ご紹介をする65歳超雇用推進助成金が非常に役立つのではないかなというふうに思っております。この65歳超雇用推進助成金は高年齢者の方が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するために、会社で65歳以上への定年の引き上げ、そして高年齢者の雇用管理制度を整備する、そして高年齢者の有期契約から無期雇用への転換、こういった取り組みを行った事業主に対して助成をするものという形になっています。この推進助成金に関しては全部で3つのコースが用意されています。1つ目は65歳超継続雇用促進コースと言われるもの、そして2つ目は高年齢者評価制度等雇用改善コース、3つ目は高年齢者無期雇用転換コースになってきます。65歳超継続雇用促進コースに関しましては、雇用管理制度の整備等に関わる措置を実施した事業主に対して助成をするもの。
そして高年齢者評価制度と雇用改善コースは、高年齢者向けの雇用管理制度の整備に係る措置を行った場合、評価制度の整備、そして高年齢者の無期雇用の転換コースは、50歳以上かつ定年未満の方の有期雇用の方を無期転換をした場合に適用するというものになっております。まずは65歳超継続雇用促進コースですけれど、こちらはですね、取り組み内容としては、65歳以上への定年の引き上げ、もしくは定年の定めの廃止、そして66歳以上ですね、今、継続雇用は65歳となっておりますけれど、66歳以上の継続雇用の、制度の導入、もしくは他社による継続雇用制度の導入、いずれかに取り組んでいただく。そしてですね、さらに、専門家への経費の支出があることということ、そして、雇用管理措置を1つ以上実施することということで、どのような雇用管理措置があるのかというと、職域を拡大することですとか、賃金体系を見直す、そして勤務時間の弾力化、そういったところの取り組みをしていただいた結果、助成金を支給してもらえるという形になっております。この支給の上限ですけれど、こちらいくつかパターンがありまして、定年の引き上げと定年の廃止をした場合には、その人数と年齢によって15万円から60万円と、そして継続雇用をした場合ですね、自社での継続雇用制度の導入の場合は、その対象人数と引き上げの年齢によって15万円から100万円。他社における継続雇用制度の導入の場合は、年齢によって10万円から15万円の支給という形になっています。そして続きまして、高年齢者評価制度と雇用改善コースですけれど、こちらについての取り組み内容は、雇用管理整備計画の認定が必要になってきます。例えばですね、研修制度の導入ですとか改善をする、労働時間制度の導入と改善、そして職業能力評価の仕組みを活用した賃金人事処遇制度の導入改善といったところ、そしてさらにですね、高年齢者の雇用管理整備措置を実施することという形で、これらの取り組みを行うことによって助成金の支給という形になっております。そして支給対象経費の 60% が支給されるという形で、支給の上限に経費の上限に関しては50万円になっております。ただしですね、初回は措置の実施に50万円の費用を要したとみなすという形になっておりますので、30万円が支給されるという形になっております。そしてですね、ただ同一の自由によって他からの支給がある場合は並級調整になってしまいますので、支給ができませんので注意が必要です。そして3つ目ですけれど、高年齢者無期雇用転換コースになってきます。こちらは非常に使いやすいのかなというふうに思いますけれど、50歳以上の方で、かつ定年未満の方の有期雇用である場合、その方を無期雇用に転換をした場合に支給されるものという形になっております。こちらはですね、無期雇用転換計画の申請をして認定をもらわなければいけないので、転換前の6ヶ月から3ヶ月以内に提出をしていただくと。そしてなおかつですね、転換に関する規定が就業規則に書かれていないといけません。そしてその就業規則に関しましては、人数にかかわらず労働基準監督署への届け出が必要という形になっております。そしてその上で、無期雇用転換計画を実施をしていただくという形になります。その結果ですね、対象労働者1人当たり48万円の支給という形、そして1事業年度1事業所当たり10人までという形になっております。このような形で推進助成金が定められている。そして最後に注意点とまとめになりますけれど、申請先はハローワークでも労働局でもなく、独立行政法人高齢障害求職者雇用支援機構という形になっております。そして65歳超継続雇用促進コースなんですけれど、こちら区切りがあります。各月と四半期ごとに予算が設けられていますので、超過の場合はその枠での受付の停止という可能性もありますので注意が必要です。
今後ですね、人手不足の中、そして一億総活躍という形の中で、女性、高齢者、外国人、さまざまな方が働いていくという状況になっております。高齢者の方もですね、平均寿命は伸びてきまして、まだまだ働ける状況になってくるかと思います。働きたいと思う意欲と能力のある人というのが、年齢にかかわらず働くことができるような労働環境、職場環境の整備が必要になってくるかと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。